はい、こんにちは、梅野です。本日はこの光をうまく使ってここのコスモスを撮っていきたいと思います。はい、1枚目ここから撮っていきます。結構満開で咲いてるんですけれども、ちょっと向こうに咲きかけのコスモスがありますので、そこにピント合わせて撮っていきます。で、この生えてきている茎の部分はちょっとこう映ってしまうと汚く見えますので、手前のコスモスを前ボケに使いながら、そのコスモスの茎の部分を隠して撮っていきます。で、隠すためにはこの立ったままではそれはできないので、ちょっとしゃがんで、コスモスの若干下の方から上を見上げるような形で撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は 2.8 に設定しまして、前ボケを使いつつ後ろの空の感じも空って分かるんじゃなくて、こう青色として使っていきたいので、手前のボケと背景のボケを使うために F 値 2.8 に設定しました。シャッタースピードは800分の1秒出てますので、ISOカード100で OK です。で、露出を 0.7 にちょっと上げて明るい印象で撮っていきます。速攻モードはマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。シンプルに撮りまして、咲きかけのコスモスにピント合わせて撮っています。で、下の茎の部分がいっぱい映ってしまうとちょっと汚く見えてしまいますので、そこの部分はコスモスの前ボケを使って隠して撮ってみました。で、背景は雲が出てて、普通の空なんですけれども、それをはっきり撮ってしまうと背景がちょっとごちゃごちゃしてしまってコスモスが目立ちにくいかなと思いましたので、 F 値 2.8 設定して、手前の前ボケと背景のボケを作ることで空を青色として使ってみました。そうすることで背景がシンプルになりましたので、コスモスがより映えるかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、あと普段はですね、いい例と悪い例を比べて撮ってるんですけれども、今回この動画を撮ってるカメラのバッテリーを充電するの忘れてまして、ちょっと心もとない状態なので、今回はすいません、普通に写真撮っていきます。いい例と悪い例を出せないんですけれども、できるだけ撮り方をいろいろご紹介したいと思います。はい、次はここを撮っていきます。今度は光の向きが、こっちに太陽がありますので、光が横から当たっています。サイド光という形になりますので、立体感とかが出やすい光の向きになっています。で、狙っていくのはここのちょっと色の濃いコスモスを狙っていきまして、で、さっきは背景とかシンプルに撮ったんですけれども、今回はいろんな色を使って撮っていきたいので、まず前ボケになるところも、こうピンクとか濃い赤みたいな色とか使って撮っていきます。で、メインの被写体の濃いコスモスの背景も白とかピンクがありますので、そこをボケさせることでいろんな色を使って撮れるかと思います。はい、カメラを設定していきます。 F 値は 3.5 に少しだけ絞って撮っていきます。 2.8 でとってもいいんですけど、ちょっとボケすぎて色の感じがごちゃごちゃしてしまいすぎるので、少し絞って撮っていきます。シャッタースピードは2000分の1秒出てますので、ISOカード100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。1本のコスモス先にピント合わせて、その他は前ボケと後ろボケを使いまして、ちょっといろんな色を混ぜたような感じの写真で撮ってみました。コスモス畑ってやっぱ結構綺麗なんですけれども、全体を撮るとちょっとうるさいというか、そういう感じの写真になってしまいますので、1本だけとかにフォーカスして撮ってあげると、いい感じで撮れるんですけれども、そうなると今度背景が寂しいとかごちゃごちゃしてしまうこともありますので、ここはボケ感を使って背景とか手前にあるコスモスを色の要素として使ってあげることで、1本のコスモスをより魅力的に見せるような感じで撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次は
逆光で撮っていきたいと思います。逆光を使うことでこのコスモスの透けている感じを出したりとか、太陽をこのコスモスで隠して縁を上げるとキュピーンとした光情を出して撮ったりとか、いろいろすることができます。ただ今回そういうのちょっとやりにくい状況だったので、もう普通に逆光から撮っていくんですけれども、ここのお花をメインで狙っていきます。でそうした時にこの左側がちょっと汚く映ってしまいますので、手前にあるこのコスモスをレンズにグッと近づけて、映したくないところを綺麗なコスモスで隠して撮っていきます。で逆光で右側のところにあるこのコスモスにピント合わせて撮っていきます。3分割で収めるのと、こっちと、こっちと向かい合っているような、そんな配置で撮ってみたいと思います。で光が柔らかくなるように、ここは、H&Y のブラックミストフィルターっていうのを使って光を拡散するフィルターなんですけれども、それを使って柔らかい光で撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは前ボケを使っていきたいので F 値は4に設定しています。シャッタースピードは1000分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。逆光で撮りまして、右側のひょろっと生えた背の高いコスモスにピントを合わせています。逆光で撮ったことでコスモスのお花が透けて、よりピンク色っていうのが淡いピンク色で撮れたんじゃないかなと思います。で左側のごちゃごちゃして写したくなかったところは、手前の綺麗なコスモスを前ボケとして使うことで写したくなかったところを隠して撮っています。で3分割の左下の配置に前ボケを入れて、右上のところにピント合わせたコスモスを入れてますので、バランスとしてはこの、構図で撮って見せたくないところを隠しながら撮った、そんな感じになってます。で普通に撮ると結構太陽の光強いですのでギラギラするんですけれども、ブラックミストフィルターを使うことで光自体が柔らかくなったのと、コスモスの透けている感じも柔らかくなってますので、ギラギラした写真じゃなくてちょっとふんわり柔らかい感じで撮れたんではないでしょうか。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。またこれひまわりが咲いてましたので、ひまわりとコスモスを一緒に撮っていきたいと思います。でひまわりを使ってとかコスモスを使ってって考えたんですけど、ちょっと難しかったので縦構図で撮りまして、縦構図で縦に2分割して、左側をコスモスの黄色で、右側を左側をひまわりの黄色で埋めて、右側をコスモスで埋めるみたいな、そういう2分割で撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ボケ感を使いつつコスモスにはしっかりピント合わせたいので F 値 3.5 に設定しました。シャッタースピードは640分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図の縦の2分割を使いまして、左側が、ひまわりの黄色で埋めまして、右側にコスモスを縦に配置して撮ってみました。今までこんな撮り方したことなかったので、いいか悪いかはまだちょっと分かんないんですけど、ここにあるお花を使って、印象的な写真を撮れたんじゃないかなと思います。で黄色、緑、ピンクと入ってますので、それぞれ補色となって色のバランスもいいんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここを撮っていきましょう。この道が綺麗なのとコスモス畑があって、背景のところが山になってますので、そこは暗い背景として使うことができます。でちょっとしゃがんで撮ることで、コスモスのこの縦のラインと道のこの横のラインを L 字構図っていう形で使えますので、ここ撮っていきたいと思います。
はい、カメラを設定していきます。F 値4に設定しまして、グラデーションでボケている感じを出して撮っていきます。シャッタースピードは1000分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。でちょっと明るく撮りたかったので露出 0.3 にしまして、で背景の山の部分あそこを暗くしたいのでハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。左のコスモスの縦のラインと道の横のラインを使いまして L 字構図として撮っています。で背景の山の部分はハイライト重点速攻を使ったことで真っ暗になってますので、邪魔をしない背景として撮ることができました。で光はサイド光になってますので道の右側のこの雑草の部分そこから影が伸びてきてより道の雰囲気がいい感じになったと思います。はい、本日はコスモスを撮りに来ておりました。ビデオカメラのバッテリーの持ちがあとちょっとしかなかったので、焦りながらの撮影になってしまったんですけれども、そこそこ撮れたかなと思います。これからまだコスモスが咲いている地域の方はいろいろ撮りに行ってみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。